こんにちは、ふーです。今回は念願の九州旅に行ってきましたよ。約2週間の旅で総移動距離は5000キロ、絶景、秘境、集落、他のチャンネルではあまり紹介されないような少しディープなスポットを巡ってきました。ショート動画並みのテンポで40分超えのアホみたいに長い動画になりましたが、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。今回の旅のルートを紹介しますね。まずは関東を出発して福岡県の博多を目指します。博多で美味しいもの食べたら大分、熊本、宮崎、鹿児島の順で回ります。鹿児島からはフェリーで長崎に行って佐賀、最後にまた福岡で美味しいものを食べまくって帰ろうと思います。途中で廃墟の島なんかにも立ち寄りますよ。ということでまずは博多を目指します。片道約1300キロ、14時間の道のりなので眠くなったら適当なサービスエリアで寝ようと思います。とりあえず今日のノルマは広島あたりにしておきますかね。特にトラブルなく名古屋、大阪を越えて兵庫県まで来ましたよ。運転中眠くならないのかってよく聞かれるんですけど、こんな感じなので全く眠くなりません。無事広島県に入りました。ちょうどいいところに奥屋パーキングがあったので今日はここで寝ます。今日の走行距離はだいたい900キロぐらいでした。後ろはいつでも寝れるように布団を敷きっぱなしにしています。この時期汗拭きシートは必須ですね。起きたら8時でした。日が昇り始めるとクーラーの消費電力も跳ね上がるのでさっさと準備して出発します。サーキュレーターとクーラーの組み合わせは最強で車内は23度でした。今回の快適な旅の要は走行充電で昼のうちにポタ電を満充電にして夜クーラーで快適に眠るって計画です。500ワットで充電できているので 2,3 時間走れれば満充電になりますよ。ここから博多までは300キロ、約4時間なのでイージーです。天気も良くてテンション上がりますね。いよいよ本州と九州を結ぶ関門橋に到達です。1973年に開通された関門橋ですが、それ以前はフェリーを使って車を運んでいたそうですよ。よくぞこんな便利な橋を作ってくれましたね。いつの間にか福岡高速道路に入っていました。車線が多すぎてビビります。まずは博多ラーメンを食べたいので駐車場があるラーメン屋さんを探します。川柳というラーメン屋さんが美味しそうだったので行ってみることにしました。いらっしゃいませ。初めて本場の博多ラーメンを食べましたがとても美味しかったですよ。2日も風呂に入っていないので次は温泉です。汚い汗をしっかり洗い流してきましたよ。お酒が飲みたくなったので居酒屋を探すことにしました。花金ということもあって博多の居酒屋はどこも混んでいたので隣町まで行くことにしました。今日は都心のパーキングでステルス車中泊をしますよ。こういうの憧れてたんですよね。車中泊の準備はできているのでお酒飲んで車に帰って寝ます。完全初見の街で適当に居酒屋探して入るのって最高に楽しいんですよね。明の浜。今回は明の浜という駅に来ました。博多に比べると人も少ないのでどのお店でも入れそうです。とりあえず目に入った居酒屋に入ります。どうやら海鮮系のお店みたいですよ。リアクションよくわからなくて草。
メガジョッキ1杯で酔っ払う雑魚キャラになってしまったようです。楽しかったので何でもいいですね。このままランクルに戻って寝ることにします。よいしょ。よっこいしょ。よいしょ。日が暮れる前にお酒飲んで帰って寝る。これが非正規雇用者の特権です。旅の終わりにもう一度福岡に寄るので、明日からは福岡を出て自然と絶景を巡る旅をします。いよいよ風チャンネルらしくなってきましたね。今日は大分、熊本方面に向かいます。行き先は明治時代の発電所の遺構が残る神田の滝と別府の地獄温泉巡りです。まずは神田の滝を目指します。神田の滝は大野のナイアガラとも言われるとても迫力のある滝なんだそうですよ。ここ姪の浜駅から200キロ、3時間の道のりです。ここで初めての給油です。ランクルのいいところは化け物みたいなタンク容量のおかげで無給油で1300キロぐらい走れるところです。関東から北は札幌、西は熊本まで無給油で走破できるんですよ。おかげで高速道路のクソ高い燃料を入れなくて済むんですよ。105リットル約16,000円分の給油でした。よいしょ。神田の滝に到着です。滝から駐車場までは離れていますが、滝の轟音が聞こえています。目の前まで行くと迫力満点の神田の滝が見れました。時間帯や天候によっては滝壺がエメラルドグリーンに輝くそうですよ。そしてすぐ近くには明治時代に作られた水力発電所の遺構があります。およそ100年前に使用されなくなった発電所ですが、近代化遺産として石造りの建築外壁が残されています。こういった廃墟と自然の融合ってとっても惹かれるんですけど、わかる人いますかね？当時の設備は残っていませんでしたが、壁にはネジなどの痕跡が残っていましたよ。とても残念だったのは落書きがあったことです。歴史ある貴重な建造物に落書きをする神経を疑いますが、くたばってほしいですね。ヨーロッパの古城のような窓から見る神田の滝がとても綺麗でお気に入りの景色です。まるで RPG ゲームのようでした。このままの流れで別府の方に行きます。今日は別府で7つの地獄巡りをして、杖立温泉というレトロな温泉街に行こうと思います。地獄巡りは独特な色をした温泉を見て回れます。名前に地獄とあるようにまがまがしい色をしていますが、どれも地熱で湧き出す天然温泉なんですよ。一見綺麗な温泉もあって入ってみたくなりますよね。ですがどの温泉も温度は100度近いので入ったら死んでしまいます。岡本屋の地獄蒸しプリンを食べて腹ごしらえしておきます。温玉ご飯も美味しかったですよ。このまま今晩泊まる杖立温泉に向かいます。ここからはだいたい1時間ぐらいの道のりです。長距離運転と連泊の車中泊で疲れたのと、撮影データを整理するために今日は宿に泊まろうと思います。杖立温泉に着きました。こういうレトロな温泉街って大好きなんですよね。
杖立温泉は1800年もの歴史がある温泉街で、古くから湯治場として親しまれていたそうですよ。今日も大量の汗をかいたので、まずは温泉に向かいます。温泉入ったら街を散策してきますね。よこせー。乾杯。節約のために素泊まりなので、晩ご飯はラーメンを買ってきました。鹿児島と熊本ラーメンの食べ比べですよ。どちらも美味しかったんですけど、濃い味が好きな私は熊本派ですかね。しっかりデータ整理をして寝ます。明日はいよいよ朝に向かいます。宿を出るときにフロントの方が杖立プリンをくれました。めっちゃ美味しかったですよ。おすすめスポットについてのコメントが一番多かったミルクロードを走っています。いやー、それにしても阿蘇の大自然は圧巻です。阿蘇のカルデラは周囲約 120km で世界最大の陥没カルデラなんだそうですよ。今ドローンに映っているくぼみの部分は巨大なカルデラのほんの一部なんですよ。規格外すぎて想像もつかないので画像を拾ってきました。真ん中にあるのが阿蘇山で、それを囲むようなカルデラになっています。今走っているのはカルデラの外枠の盛り上がった部分だけですね。長野県に私の大好きなヴィーナスラインがありますが、規模はそれ以上でした。大観峰に来ました。ここには阿蘇のカルデラを一望できる展望台があるようです。売店もあるようなので、なんか食べてきますね。五目まんを買ってみました。具たっぷりでめっちゃ美味しかったですよ。あまりにも美味しかったのでピザまんをおかわりしてきました。腹ごしらえも済んだので展望台に行きます。確かにカルデラの形になっていますが、でかすぎて向こう側が見えません。さすが世界最大ですね。このままくぼみの部分に降りて阿蘇市へ向かいます。私がこの旅でやりたかったことの一つに、阿蘇の山をバイクで駆け巡るってのがあったんですけど、ちょうど阿蘇市にレンタルバイクがあったので、これから借りてきますね。レンタルバイクは阿蘇駅にあって、50cc から 125cc までのバイクが借りられそうですよ。私はくまモン仕様の原付を借りました。可愛すぎて欲しくなります。1時間600円という破格でレンタルできるんですよ。これからこのくまモンスクーターでカルデラの中心にある阿蘇山の草千里ヶ浜に向かいます。草千里ヶ浜の景色は最高でした。下界の気温は37度でしたが、この辺は30度を下回っていたと思います。頑張れくまモン。いやーめっちゃ綺麗。うわーいったー。いただきます。テンション上がりすぎて叫んでますけど、何言ってるのかわかりません。風を感じると涼しかったですよ。
草千里ヶ浜の展望台に到着です。ちょっと降りると馬が放し飼いにされているみたいなので見てきますね。めったに見れない光景で貴重な体験ができました。お昼は赤牛のステーキを食べに来ました。山市というお店で有名なお店みたいですね。一杯2000円と高級ですが、めっちゃ美味しかったですよ。その後は阿蘇神社に行って商店街を散策しました。めっちゃうまそうな牛串を見つけて思わず買ってしまいました。いやー、阿蘇は最高でした。このまま日本三大秘境と言われる椎葉村に向かいます。椎葉村は宮崎県東臼杵郡にあるんですけど、ここから宮崎に抜けるには広大な山々と森を越えていかなければなりません。見渡す限りの自然はとても美しいんですけど、運転するとなると大変そうです。これから真っ暗になりますしね。道中貴重な営業中の温泉を見つけたので寄っておきます。これを逃すと温泉はありません。汗かきまくった日の温泉ほど気持ちいいものはありませんね。このまま椎葉村の方に向かいます。よいしょ。よいしょ。さっぱりですわ。村までの道は真っ暗で街灯もなく、動物の飛び出しに怯えながら運転していました。途中のトンネルはいきなり霧が濃くなっていい雰囲気でしたよ。途中疲れ果てて運転の継続が厳しかったので寝ることにしました。椎葉村まで20分ぐらいの場所なので、明日早起きして早朝の集落を見に行こうと思います。車中泊スタイルにしておくと寝たい時にすぐ寝れるのがいいですね。今夜は簡単ですが冷しゃぶ作って食べます。ここ最近の疲れが原因なのか風邪気味なのでお酒で治します。ぐっすり眠れましたし、風は少し良くなった気がします。このまま椎葉村に向かいますね。山に雲がかかっていい感じの雰囲気です。雲がかかった集落って幻想的で素敵なんですよね。椎葉村までの道は細く、すれ違いが大変でした。
シーバソンの歴史についてもっと知りたくなったので、資料館に行ってみることにしました。資料館には山への祈りを捧げる神楽や狩猟の方法など、シーバソンの歴史や伝統についての資料がたくさん展示されていました。資料館のすぐそばには伝統的建造物に選定されている鶴岡屋敷があって、中を見学することができましたよ。これから鹿児島県の方に向かいます。シーバソンから鹿児島までの道はまさに国道で、とんでもない道を走らされましたよ。もっと走りやすい道もあったんですけど、土砂崩れの影響で通れませんでした。ランクルに国道はつきものなので、せっかくですし楽しんできますね。国道を抜けると気持ちのいい道が続いていました。それにしても夏の空って本当に綺麗ですよね。私は今回の九州旅で夏が好きになりました。次の目的地は鹿児島県霧島市の大波池という河口湖です。大波池は日本一標高の高い場所にある河口湖で、透明度がとても高く神秘的な景色が楽しめるそうですよ。大波池がある霧島山に登っているんですけど、なんと雨が降ってきました。天気予報は晴れだったんですけど、山の天気は難しいですね。今日は諦めて近くで車中泊して、大波池は明日の朝見に行こうと思います。まだ昼過ぎですが、標高が高くて涼しいので、クーラーを使わずに朝まで過ごせそうです。疲れて7時には寝たので5時に起きました。朝になっても天気は回復せず、今日の大波池は諦めます。ということで別日にリベンジしに来ましたよ。どうやら40分ぐらいハイキングコースを歩くみたいなので、準備運動して出発です。登山口は晴れていましたが、登るにつれて雲がかかってきました。山頂が心配です。嫌な予感を的中して大波池は見れそうにありません。山の天気予報を見ると1時間後には晴れるみたいなので、休憩所で時間を潰そうと思います。予報通り晴れてくれたので展望台まで登ります。青空は見えませんでしたが、神秘的な大波池を眺めましたよ。驚いたのはこの展望台、柵もなくてそのまま崖になっています。落ちたら木っ端みじんですよ。目当ての大波池を見れたので、次の目的地に向かいますね。予定では都井岬とか宮崎の方に行こうと思っていたんですけど、台風接近中とのことで鹿児島市街に避難することにしました。とにかく山は危険なので、市街地でおとなしく過ごす計画ですね。鹿児島市に着いたので、街を散策してきますね。コインランドリーで数日分の洗濯物を洗ったり、消耗品の買い出しや映画鑑賞など、街でしかできないことをやっておこうと思います。まずはたまりにたまった数日分の洗濯物を洗います。いらっしゃいませ。
前から通りという商店街にくっそうまそうなうなぎ屋さんがあるみたいなので行ってみることにしました。西吉というお店なんですけど、創業90年の老舗だそうですよ。炭火のいい香りがします。うな重なんて1年ぶりです。その後はずっと見たかった鬼滅を見てきました。戦闘シーンやばすぎ。台風予報は外れたみたいなので洗濯物回収して次の目的地に向かうことにしました。今回の旅で必ず行こうと思っていた知覧町にある特攻隊資料館です。資料館には特攻された方々の名前、写真、遺品、遺書など一人一人が生きた証が生々しく飾られていました。皆さんにもぜひ実際に足を運んで見ていただきたいです。これを機に戦時中についてもっと知りたくなったので、長崎と広島の原爆資料館にも行くことにしました。明日からはいよいよ長崎に行きます。九州旅はフェリーをうまく使うと効率よく回れます。鹿児島から長崎まで陸路で行くとこんな感じで大回りになってしまうんですよね。フェリーを使うとこんな感じでショートカットして長崎まで行けるので、フェリーに車を乗せて長崎まで行くことにしました。ということで港の近くで車中泊して朝一で長崎に向かいますね。道の駅だんだんというところで寝ていたみたいです。昨晩は真っ暗すぎてここがどこなのかよくわかりませんでした。とりあえず港に向かいますね。長崎までのルートを説明しますね。まずは天長フェリーに乗って熊本県天草市に上陸します。上陸したら天草市を北上して天草市と長崎県を結ぶ島鉄フェリー港に向かいます。そのままフェリーに車を乗せて長崎県に上陸って計画ですね。このルートは海上国道という扱いになっているので、ちゃんと Google マップにも出てくるんですよ。2回フェリーに乗るんですけど、いずれも乗船時間は30分ぐらいです。そして結構な頻度で出港していて、予約もいらないので気軽に使えますよ。いやー、何歳になってもフェリーはワクワクしますね。熊本県天草市に着きました。このまま北上して次のフェリーターミナルを目指しますね。台風がそれたおかげでここからしばらくは天候に恵まれそうです。海沿いの道は気持ちがいいですね。そうこうしているうちに長崎県に上陸しましたよ。やりたいことたくさんあるので、まずは長崎市を目指します。途中ひまわり畑を見つけました。風に揺られるひまわりが踊っているように見えました。可愛かったですよ。長崎市に着きました。長崎の坂から見下ろす景色、ずっと見てみたかったんです。素敵ですよね。細い路地裏フェチの私にはたまらない景色です。坂本龍馬像も見てきました。当時ここから長崎湾を見下ろしたそうですよ。お腹空いたのでお寿司食べに来ました。長崎のお寿司最高です。1テラ分の膨大なデータを整理するためにビジネスホテルに泊まりました。明日は九州旅で一番楽しみにしていた軍艦島に行ってきます。軍艦島には長崎港から出ているフェリーで行くので、まずは長崎港を目指しました。軍艦島にはツアーでしか行けないので、とりあえず適当なツアー会社に滑り込みで申し込みをしました。胸を躍らせながらフェリーに乗り込みます。
軍艦島に上陸するには条件があって、船着き場の波の高さが50センチ以下、風速5メートル以下でないと上陸ができないようです。実際に軍艦島まで行ってから上陸の可否を判断するので、上陸できずに帰ることもあるそうですよ。緊張しますね。30分ほど船に揺られると軍艦島が見えてきましたよ。言われてみれば確かに軍艦の形をしていますね。軍艦島は1890年に炭鉱の採掘が始まって以来、1974年まで人が住んでいたそうです。ここで採れる石炭は高品質な無塩炭で、採掘量は国内最大級だったそうですよ。炭鉱で最も栄えた1950年から1960年頃では人口約5000人が暮らしていて、その人口密度は当時の東京の17倍もあったそうですよ。もちろんこの人口密度は世界一でした。住民は今映している当時最先端の鉄筋コンクリートのアパートに住んでいて、島には小中学校や病院、映画館、娯楽施設などもあったそうですよ。完全に無人になってから50年放置されていたこの島は、見ての通り台風や潮風の影響で崩壊しています。窓や壁はほとんど残っていなくて、完全に崩壊するのも時間の問題なんだそうですよ。いよいよ上陸ができるかどうかの発表です。本線ただいま軍艦島到着をいたしました。現在下船の準備中です。安全確認できましたので、予定通り上陸観光を行います。なんと上陸 OK でした。上陸 OK のアナウンスがされた時、拍手が起こりました。いやー、胃がキリキリしました。いよいよ上陸です。気温38度、日陰はほとんどないので熱中症に気をつけないとですね。崩壊した建物を間近で見ることができましたよ。今映している建物もここ最近で屋根の崩壊が始まっていて、いつ崩れてもおかしくないそうです。台風や潮風の影響は深刻なんですね。当時の島民の生活はとても豊かで、新卒の4倍以上の給料をもらっていたそうですよ。家賃はただ、光熱費もほぼ無料だったそうなので、とてもいい暮らしをしていたようですね。当時の三種の神器の一つとされていたカラーテレビの普及率が一般家庭では 10% ほどだったのに対し、軍艦島は 100% だったそうですよ。そんな軍艦島ですが、エネルギー需要が石炭から石油に変わったことで、1974年に閉山されて無人島となってしまったそうです。今は貴重な文化財となった軍艦島を守るために毎年点検をし、崩壊の危険が高い部分は補修しているそうですよ。ガイドの方が何度も言っていたんですけど、この姿の軍艦島を見れるのは最後だと思った方がいい。次に来た時にはどっか崩壊しているかわからないんだよって言葉の意味がわかりました。いやー、目当てだった軍艦島に無事上陸できてよかったです。汗かいてお腹も空いたので、楽しみにしていたちゃんぽんを食べに行ってきますね。長崎は街の 80% が坂と聞きましたが、運転していても坂が多くて大変でした。坂のおかげで見れる綺麗な景色もありますが、実際に住んでいる方からすると大変なんだろうなって思います。ちゃんぽんを食べに、純というお店に来ました。ここは家族経営の小さなお店で、地元の常連さんが集まるお店でした。地元の方と相席で食べたんですけど、雰囲気も良くて心地よかったです。この旅の MVP はここのちゃんぽんでした。本当に美味しかったです。軍艦島に行ってから炭鉱のことについてもっと知りたくなったんですよね。ということで Google マップで近くの炭鉱って調べてみたんですけど、池島とかいうめっちゃ気になる島が出てきたので行ってみることにしました。池島まではフェリーで30分ぐらいで行けるみたいなので、早速今日行ってみます。あんまり事前情報もなく来てみたんですけど、ここ池島もかつては大規模な炭鉱都市だったようで、最盛期は7700人もの人が生活していたそうですよ。現在の人口は100人ほどなんだそうです。
船着き場から比較的近い場所には人が住んでいるような家も見受けられました。一方、島の奥の方まで行くと自然に帰りつつあるアパートや廃墟が立ち並んでいましたよ。ここの炭鉱は2001年に閉山したそうで、九州最後の炭鉱島だったそうですよ。池島には車で上陸できますし、隅々まで見学できるので、軍艦島とは違った炭鉱都市の遺構が見たい方にはおすすめです。地元住民の方と話す機会があったんですけど、最近隣の島からイノシシが泳いできて被害が出ているから気をつけなって言われました。徒歩で上陸する方は注意してくださいね。次の目的地は長崎県の大村湾にある渡隅神社です。渡隅神社は大村湾の潮が引いた時しか行くことができないロマンある神社なんですよ。ということで大村湾の潮の様子を見てきます。満潮ですね。近所のおっちゃんが6時間後に来れば干潮だよって教えてくれたので、それまで待機しますね。神社はあの辺にあるんですけど、潮が引けば壁沿いを歩けるようになるので、そのタイミングで急いで神社に向かいます。近くにコーヒーカフェとかいう天国みたいな場所があったので、ここで6時間潰すことにしました。ご飯もとても美味しかったですよ。日が暮れると潮もだいぶ引いてきたようです。満潮時の写真と見比べると違いがわかりますね。干潮の今のうちに歩いて渡隅神社に向かいます。ここから目的地の鳥居が見えました。だいたい20分ぐらい歩くそうです。水が冷たくて気持ちよすぎたので水中を歩きます。結局潮の満ち引きなんて関係ありませんでしたね。いやー、素敵な神社を知れてよかったです。塩水浴びまくってヌメヌメするので温泉入ってきます。たまたま近くにあったホテルの日帰り本線に行くことにしました。バッテンの湯というらしいですよ。いい湯だと。車中飯作る気力もないので、今晩はドライブスルーで済ませます。小手投げ台一つと、今日はこのまま長崎県平戸市にある大前灯台に向かって明日最高の日の出を拝みたいと思います。今日の宿泊場所に着きました。とにかく朝の景色が楽しみです。外気温はなんと30度です。本格的な熱帯夜ですね。今回の旅の終着点はここ大前灯台です。明日以降は九州おかわり旅に行ってきます。行き損ねた場所やもう一回行きたい場所を巡ってきます。
綺麗な朝日に期待して5時起きです。管理人の方がランクルのナンバーを見て遠くからお疲れ様ってねぎらいの言葉をかけてくれました。今回の旅も一生の思い出がたくさん作れて最高の旅になりました。いつも見ていただいている皆さんのおかげで若いうちに貴重な経験ができています。本当にありがとうございます。これからも日本中いろんなところへ旅に行くのでまた見てくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまたねー。